皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日はいられ編11回目プラス Photoshop ちょっと使う予編で、前回黄金比で整えたロゴを Photoshop という画像編集ツールに持ってきて、この動画ではブランドのキービジュアルの作成をしていきたいと思います。画像編集ツールの Photoshop については一旦イラストレーターでチラシまで作ろうと思っておりまして、その後いろいろな使い方をお伝えできればなというふうに思っております。キービジュアルとはロゴシンボル、ロゴタイプ、あとはキャッチコピーや背景の画像などで構成されており、広告として大きく使われたり、ウェブサイトのトップの背景や名刺の裏側なんかにも使われたりするサービスやブランドの顔となるクリエイティブのことです。ちなみにキービジュアルを作ることで、ロゴ制作の場合、そのロゴがどのように使われていくかを提案することによって、クライアントさんがロゴがどのように使われているかがイメージできるので、より自分の作ったロゴが採用されやすくなったりします。この時にキービジュアル以外にも名刺や T シャツなどのロゴを使った合成画像を作ると良いかもしれないです。ではキービジュアルに使う画像を探していきたいのですが、実はどんな画像にも著作権というのがあり、例えばインターネットで画像を探してこれかっこいいから使っちゃおうっていうのは著作権侵害っていう犯罪行為になってしまうのです。著作権侵害というのは、皆さんが映画を見に行った時に映画泥棒のコマーシャルを見たことがあると思うのですが、あのコマーシャルでも注意されている犯罪行為のことで、簡単に言うと人が作ったものを勝手に使っちゃダメだよっていうことです。ちなみに罰則はなんと最大で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金っていうかなり厳しい犯罪なんです。ロゴ制作の相場がだいたい5万円から10万円の相場なので、もし著作権侵害をしていた場合にはロゴ一つに対して200から100倍のリスクを負わないといけないわけです。プラス刑事罰になったら前科もつきかねないので、本当に気をつけなければなりません。で、そしたらキービジュアル作るのやめた方がいいんじゃないかって思うかもしれないですが、安心してください。ここは単純にただ著作権侵害にならない画像を選べば犯罪にはなりません。世の中には CC、クリエイティブコモンズというものがあり、先ほどどんな画像にも著作権があるとお伝えしたのですが、クリエイターの方の中には自分の作った作品を世の中の人に使ってもらいたいので、その制作者が自ら著作権を放棄した画像や動画や音楽というのがあります。これを CC0 というのですが、この CC0 の素材を使えば著作権侵害になることはないのです。ちなみにこの CC0 の他にも、制作者や作品名を明記すれば自分のクリエイティブにも使っても良いというものや、作者や作品名を明記プラスお金儲け以外の目的であれば使ってもいいよという一定のルールを守ればクリエイティブにも使っても良いというものが世の中にはあります。皆さんがよく使われているイラスト屋さんは商用利用可とされていますが、利用可能点数の制限があったり、著作権は破棄されていないので CC0 ではありません。で、今回僕がご紹介する CC0 のサイトですが、横断という海外の CC0 画像をまとめて画像検索できるサイトがありますので、ここでいい感じの画像を探していきたいと思います。ということで Photoshop の方には16対9の比率で 1920×1080 サイズの RGB カラーでドキュメントを制作いただき、学習塾なので桜流学習塾さんの強みである海外大学の合格者が多い、海外の大学でも勉強できるかもしれないというメッセージが前面に伝わるような画像を探していきたいと思います。ちなみに海外の CC0 の画像を検索してくれるサービスなので、日本語ではなく英語で検索した方がいい画像が見つかりやすいです。今回は学習塾なので、例えばスタディとか、あとは、クラスとか、あとは大学受験なのでユニバーシティとかのキーワードで検索するといいと思います。で、今回はクラスで検索してみると、こちらのような画面が表示されます。左側には各 CC0 のサイトとどれくらい画像がヒットしたか、で右側には画像一覧が表示されております。で、他のサービスのところも同じような表示になっております。
で、気をつけていただきたいのは、中にはこちらのようにスポンサーの有料画像も表示されていたりするので、そういうのには気をつけてください。で、試しに中に入ってみると、こちらに CC0 と表示されているので、こちらで商用利用可能ということが分かります。その他にも、他のサイトに行っていただいた場合、もし CC0 という表示がなくても、例えば Pixabay の場合にはこちらに Pixabay ライセンス Free for Commercial Use、 こちらは商用利用可能、 No Attribute Required、 帰属表示不要というような表示もあるので、素材をダウンロードされる際にはこちらのことを気をつけてください。ちなみにどのサイトもだいたいこれくらい大きな画像をダウンロードすることができるので、印刷物に使うことも可能です。そして見つけてきた画像がこちらです。そして今まで作ってきた要素を組み合わせると、このようなキービジュアルを作ることができました。なかなか良さそうな感じがしますね。それでは今回は今まで作ってきたロゴタイプ、ロゴシンボルを合わせてキービジュアルを作ってみたというところで終わりたいと思います。次回からは2回にわたって名刺制作をしようと思っていて、1回目は RGB と CMYK と解像度のお話、2回目は実際に名刺を作ってデータ納品時に気をつけることについてお話ししていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ。